そうですね。高橋さんの作品は美濃焼っていう分類なんですか？いや、伝統的な美濃焼とは違うんですけど、やっぱりこう、型を使って制作するので、その技術が美濃にあるっていう感じですね。美濃は結構こう量産品をたくさん作ってる地域で、そこから技術を学んでっていう感じ。私がやってるのはもう本当にその型を使って手作りしてるっていう感じなので、とってあんまりこう量産っていう感じではないんですけど、どちらかというと実用品というよりかは芸術品っていうイメージですかね。そう思ったんですけどね。クラフトっていうか、工芸のに近いような食品を作ってます。そういったところからこの独特のユニークな形を思いついたんですか？そうですね、よく玉ねぎをこうモチーフにしてるって言って、なんかそういう食べ物の野菜とか果物のフォルムを。お花ではなかったんですね。お花っていうよりもなんかもうちょっとこう食べ物っていうとなんか別の魅力があるっていうか、なんかこう膨らんでるフォルムとかむしろなんか綺麗っていうより美味しそうみたいな、お菓子みたいって言われるんですけど、なんかそういう感じ。色合いもねちょっとくすみカラーというか可愛いですよね。色合いどうやって決めてらっしゃるんですか？色がですね、日本の伝統色みたいなのね、なのでちょっとこう和の空間にも合わないでもない。でもこれが食卓に並んだら素敵ですよね。茶器って結構そのテーブルの主役になるものなんで、なんかまあちょっとデコレーション重視というか可愛さ重視っていうか。本当素敵です。もう色は今4色。そうですね。今4色展開しています。何がボツになってしまうんですか？縦にモコモコしてるので、そこからこうひび割れとか。でもやっぱり今の時代だとそれぐらいこう際どいもの作らないとすぐ真似されちゃうっていうか、だからこそまあ手で作る意味が、自分がね手で作る意味があるっていうか。これ型ですか？そうですね、これは今ねすごいちょうど全部こう一からやり直すっていうか、この原型なんですけど原型を一から作り直そうと思ってて。そうですね、型は削って作ってる。そうですそうです。2年に1回ぐらい原型作り直すのかな。今まで作った原型も一応取っといてあるんですけど、型を取るための原型で全部石膏なので、そうなんだ。記念として過去どういうものを作ったかっていう歴史として残ってるだけは、ポッとなんか始める結構これ順番で。初期は結構こんな感じで、たまになんかこうくるんってなってる時もあったりとかのところをね削ったりしつつる感じで。なんかこれくらいまで綺麗に作る。これ昔のやつなんですけど、まあ昔のやつと今のやつ、昔のやつを参考にして、まあ今新しいの作ってるって感じで。初めこれです。初めはもうそれはこんな感じで、本当にこの上に石膏流しただけなんですけど。こちらが型になるってことですよね。そうですね、これが原型になる。これは原型を作るための型で。どこを削ってるんですか？こっちを削ってる。こっちも削るし、こっちも全部削ります。これは大きさごとに作ってるっていうか。そうですね。まあこれはちっちゃいお皿で、これはカップ&ソーサーのソーサーになるかな。ちょっと平べったいカップを作ろうと思って、まあ最終的にはなんかこんな感じ。素敵。まだまだできてないですけど、こんな感じ。新しいですね。そうですね。実際に
使う型ですね。ここに土を入れてうん流し込むっていう感じなんですけど、例えばこれだったらアップ&操作のハンドル部分なんですけど、こういう感じで、へえ。まあここから土を流し込んで土を固めるための。色付けは最後ですか？色はね、土の中に入ってます。土の中に顔料を入れてあ、もう配色そういうさせてます。色のうんうん。ものを流し込む。そうそう。あ、そうなんだ。こういう感じで土に色を練り込んであ、そうなんだ。ます。このマットさはどうやって？どうなのは釉薬を塗らなければないんですよね。これ中は釉薬ああ、そういうことなんだ。あって、まあなんか釉薬かけちゃうと本当に釉薬の質感だけになっちゃうので、まあなんかこの時期の素材感もすでにすごい綺麗なので、私は外見は塗らずに土の風味を出してやってます。土の薄くて硬いっていうのが特徴で、なんか土物と違ってそんなに吸水性もないので、釉薬なしでもいけるんですけど、中は樹脂分がついたりしちゃうので。毎日制作されてらっしゃるんですか？そうです。窯はまた別のところに。これで炊いてるんですあるんですか？やっぱもうこの一釜分で作ってます。一釜に入る分を作って、で大体1ヶ月ぐらいですかね。1ヶ月ぐらい作ってってやると釜1個分なので。分なので。そうすると一釜って何個ぐらいできるんですか？カップ30個、ポット15個とかぐらいは入りますね。はい、そこからなんかちょっと大部分がボツにって感じなので、量産品とかだとやっぱここまで深くこう装飾が入ったものってあんまりないんですよね。それってやっぱりここまで深く彫刻を入れると切れやすくなるから。ご自身でこれで召し上がったりするんですか？コーヒーとか紅茶とか。そうですね。気分が上がりますよね。お仕事をされてどれぐらいになるんですか？15年ぐらい。15年ぐらい。でもまあ一応学校出てからずっとやってる感じで。世界に向けて何か一つ伝えたいことがあるとしたら何かありますか？まあ安いものを買うこともね、できる機会いっぱいあると思うんですけど、やっぱりね、手作りでハートがこもったものを使ってほしいです。出来上がったものを梱包するときが一番届けるときが一番ちょっと達成感もあるし、素敵だね。茶器はずっと作り続けていたいなと思って、ずっと自分がこう追求しているラインなので、ちょっとずつ進化してるんです。進化っていうか、その原型を作るたびに少しずつこう良くなって、自分的には良くなってるっていう感じがして、ちょっとこのブツが多すぎるので、そのブツで何かしたいっていうのが今の自分のプロジェクトで、ちょっとオブジェみたいなの作って。なるほど。このラインなんですけど、かわいい。ちょっとなんかオブジェみたいなのを作って、でこれこの前21世紀美術館でしてもらえたんですけど、すごい金沢なんですね。そう